どうも、かっつんです。今回も前回に引き続きましてマスターグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン KA の改造をしていきたいと思います。今回は足、羽、武装をやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずは足の改造からです。表面処理とモールド彫り直しをするために割らしていきます。勝手倍速なのに全然外れてない。はい、なんとかばらせたのでヤスリをかけていきたいと思います。使用しているのはゴッドハンドの紙ヤス600番ほか。おりゃー、ヤスってエッジを出したものがこちら。なかなか良くないですかね。続いて BMC タガネ 0.2mm を使ってモールドの彫り直しをしていきます。はみ出した。こんな時はヤスリできれいにしておきましょう。彫り直して組み立てたものがこちら。かなりモールドがくっきりしたんじゃないでしょうか。続いて筋彫りを追加していきたいと思います。新規の場所は必ず下書きをして雰囲気を確認しましょう。パーフェクトバイス1号にセットします。ガイドテープを切ってピンセットで貼り付けます。BMC タガネ 0.2mm で彫っていきましょう。さっき彫った筋彫りと平行になるようにガイドテープを貼り付けます。綺麗に平行になっていると仕上がりがいい感じになりますよ。ちょっとだけ複雑な形にもチャレンジしてみます。こういう一部分が2本線になっている形はかっこいいんですが、ちょっと難しいんですよね。はい、というわけで彫った結果がこちら。実は左右ちょっとだけ違う模様のアシンメトリーにしています。ゴッドハンドのスピンブレードで 2mm の溝を彫っていきます。ここには最後にラピーテープを貼り付ける予定です。エッジ出しの時につま先のモールドが消えてしまったので作り直していきます。 2mm の溝を作ったところにプラ棒を刻んだものを貼り付けます。さて、こんなところで足のディテールアップは終わりにしておきましょう。足までできたのでディテールアップをどういう基準でやっているのか見ていきましょう。ディテールアップにはプラ板、プラ棒などを足していくいわゆる凸ディテールと筋彫りや大きい溝を作るボコディテールに分かれます。これのどちらを足すのまたは引くになるのかは得意不得意や趣味によるところがありますけど、どこに追加すればいいのかにはそれなりに法則がある気がします。まずは注力する場所。私の場合はよく見えるところ中心に頑張っています。例えば頭部なんかはパーツは細かいけれど結構多めに追加しますね。逆に足なんかは大きめのディテールをドーンと作るだけであまり細かいことはしません。それから密度が高いところとそうでないところを作ることも大切なのかなと思っています。いわゆる粗密のバランスってやつだと思います。ではつける場所ですけども、
小さいディテールはエッジ付近につけるのがいいと思っています。大きい面にちょっとってあっても気づかれないっていうのもありますね。逆に大きい面でなんだか足りないかなと思ったら大きめのディテールをバンと作ってしまいますね。エッジ付近を見ていきましょう。肩のバルカンのエッジや頭部のセンサーの上、拳の部分とかいろいろ貼ってますね。おおよそ 2mm 以下のちょっとしたディテールを追加するだけで結構見た目が変わりますね。逆に広い面について、太ももは大きめの筋彫りをちょっと足しただけ、すねの部分も大きめのデザインのものを足してますね。ここは寂しいので形を変えることで複雑さみたいなものを出しています。胸の部分の横を見ていきましょう。こういう大きめの面はプラボをざっくりと貼って段差にしたりしてますね。あと背中の部分はディテールを追加してもバインダーが来るので何もしてません。ディテールアップについてはこれからもちょこちょことお話をしていきたいと思います。詳しく知りたいところがあったらコメントなどもよろしくお願いします。続いてウィングガンダムゼロエンドレスワルツの象徴ともいえる羽をやっていきたいと思います。いつものようにバラしていきましょう。はい、バラし終わりました。パーツ多いですね。どうしようか。まあ悩んでいても仕方ないので表面処理からやっていきましょう。使用するのはゴッドハンドの紙安600番。こちらで全体をやっていきたいと思います。表面処理が終わったら小羽の先端を尖らせていきましょう。小さい羽は16個あるんですが、どれも先端が微妙に丸くなってるんですよね。ゴッドハンドのエッジ出しヤスリを使って羽の先端方向に向かって丁寧にヤスっていきます。反対側も同様に削ってこのようになりました。16個プラス先端が丸い羽を削ったので並べてみました。多いですね。頑張りました。さてモールドの彫り直しです。使用するのは BMC タガネ 0.2mm。 彫り直しをすることで墨を入れた時によりシャープな印象になりますよね。このちょんちょんちょんとある細かい溝は後でラピーテープを貼り付ける予定なのでもう少し深くしておきます。使用するのはゴッドハンドスピンブレード 2mm。 えぐるようにして溝を彫った後 BMC タガネ 0.7mm できれいにしていきます。羽のこの合わせ目だけはどうしようもないですね。どうにかならなかったんでしょうか。と言って諦めるのもなんなので合わせた後ヤスリをかけておきましょう。こうしておくことで多少なら合わせ目がごまかせます。使用するのは筋彫り銅のヤスリ600番。このヤスリ番手の割に削ってくれるのでこういう大きいところにはうってつけです。さてヤスった後はこんな感じです。遠目からは合わせ目がほとんどわかりませんよね。あとは塗装でごまかそうと思います。ウイング部分はなんというか完成度が高くていじるところがないのでこれで終わりにしておきます。そして最後は武器の改造です。まずはバラしていきましょう。使用するのはパーツオープナー。これがないと分解が難しいのでマストアイテムです。分解できたらヤスっていきます。パーティングラインが結構盛大に入ってますね。これは気になります。
ヤスリに使用するのは筋彫り銅のヤスリ600番。おっと、ちょっと前にヤスったので目が詰まってきてます。こんな時はメラミンスポンジでそっと一拭きすると結構元に戻ります。そんなこんなでパーティングラインを消す前と後がこちら。結構手間がかかりましたね。プラ棒でディテールアップしていきます。使用するのはエバーグリーンのプラ棒122番と144番。太い方から接着して、次に細いプラ棒を接着してこんな感じにします。あとはちょこちょこっといじってバスターライフルは完成。続いてシールド。同様にプラ棒でディテールアップしていき、仕上がりはこんな感じ。これで全身の改造は終わりました。結構時間がかかってしまいましたが、だいぶディテールが入ったんじゃないでしょうか。さて今回はマスターグレードウィングガンダム0エンドレスワルツバージョン経営の改造編3ということで、足、羽、武装の改造を行いました。次回から塗装をしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方は登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。